こんにちは。今回はフリーキャド 1. に近い発版で歯車を回転させるアニメーションを作ってみます。コメント欄でご要望がありましたので、そのご要望にお答えする動画となります。今回はあらかじめ用意したギア部品を使います。ギア部品は概要欄のリンクからダウンロードしてください。ギアの組み立てとアニメーション部分をメインに解説します。サンプル2本立てでお送りしたいと思います。早速始めましょう。アニメーションの話の前に事前準備が必要です。動画概要欄にあるギア部品モデルサンプル1、2をダウンロードしてください。ギア部品の作成方法まで解説するとさすがに動画が長くなりすぎるのでダウンロード方式としました。その辺はご了承ください。交番1のギアワークベンチですが、最初から入っているかもしれませんが、一応確認してください。ワークベンチにギアがなければアドオンインストールが必要です。メニューのツールアドオンマネージャーを開いてインストールしてください。検索欄でギアーズと入力すると出てきます。交番2のネットワーク X パッケージはインストールが必要になると思います。コマンドプロンプトを開いてください。画面に表示している通り、RIP コマンドでネットワーク X パッケージをインストールしてください。ギアのアニメーションを行う際に必要となります。あと、サンプル1とサンプル2のギアのスペックを表示しておきます。サンプル1のギアのスペックはこんな感じです。サンプル2のギアのスペックはこんな感じです。特にハス、ナム、ティースを覚えておくと後の設定でスムーズです。ということで動画内で数値がわからないところがあれば巻き戻ってここを見てください。事前準備の話は以上です。それでは最もシンプルなギアとギアの回転連携のサンプルアニメーションを作ってみましょう。アセンブリアイコンをクリックしてください。ワークベンチがアセンブリーになっていることを確認してください。アセンブリワークベンチは動作が不安定なことがあるので最初にファイルを保存しておきましょう。ファイル、名前を付けて保存。で、適当なファイル名で保存してください。作業中はこまめに保存するようにしてください。それではコンポーネントの挿入アイコンをクリックしてください。続いてファイルを開くボタンをクリックします。ここで動画概要欄のリンクからダウンロードしたサンプルファイルを読み込みます。ギアーサンプル 01fcstd というファイルを読み込んでください。ファイルの中身が表示されます。あらかじめ作っておいたギアー 8B それからボックスというのがあります。ボックスはギアを固定するための土台です。まずは土台の B アンダーバーボックスというボディオブジェクトをクリックしてください。ダイアログが表示されますが、これはこの部品を動かない土台アンカーとして固定しますかという確認です。アセンブリワークベンチは基準となる全く動かないオブジェクトが一つ必要になります。イエスをクリックしてください。ここに鍵のマークが表示されます。これが動かない設置したオブジェクトという意味になります。あとはギア 8B をクリックして追加してください。3D ビュー上にギアが追加されます。ちょっと重なってて見づらいので少し移動します。さて、この赤と青のギアを土台にはめ込んでいくことになります。では OK をクリックしてタスクを終了します。ではまずは赤の歯車を土台にはめ込んでみましょう。赤歯車の底面の円のエッジと土台の円柱のエッジを選択してください。選択したら回転ジョイントアイコンをクリックします。赤歯車の円のエッジと円柱のエッジがぴったりとくっつきました。このまま OK ボタンをクリックしてください。赤歯車をドラッグしてみてください。回転ジョイントのおかげで赤歯車が土台の円柱とジョイントしてくるくる回転できるようになりました。では青歯車も全く同じ手順で回転ジョイントしてみましょう。青歯車の底面の円のエッジと土台の円柱のエッジを選択します。選択したら回転ジョイントでジョイントします。青歯車と土台の円柱がぴったりジョイントしました。マウスでくるくるできるようになってますね。ただ青歯車を回しても赤歯車は回りません。残念ながら歯車の歯と歯がぶつかっているという物理的な計算能力はありません。そのため歯と歯の噛み合わせは現実問題としては手動で目視しながら調整します。
こんな感じでいい感じで刃と刃が噛み合うように目視で調整します。歯車同士の回転連動も単純に回転軸と波数の比で疑似的に連動しているように見せるだけです。では歯車の回転軸となる中央のエッジを選択してください。円柱側のエッジと間違えないように気をつけながら選択してください。例えばエッジを選択した時にギアのボディがハイライトされたら OK です。ではちゃんとエッジが選択できたらギアジョイントアイコンをクリックしてください。タスク画面で半径1、半径2という項目があります。半径1は先に指定した赤歯車の方、半径2は後に指定した青歯車の方です。半径で単位がミリメートルになってますが、歯車の波数でも波数の比でも構いません。赤歯車の波数は20、青歯車の波数は40なので、ここではそのまま波数を入力しました。では OK ボタンでタスクを閉じます。マウスで歯車をくるくるしてみましょう。しっかりと歯車の回転が連動していますね。もし歯車が逆回転してしまったら波数のところをマイナスの値にしてみてください。さてあとはアニメーションの設定です。すでに歯車の噛み合わせはできているので回転の指示をするだけとなります。シミュレーションアイコンをクリックしてください。プラスのアイコンをクリックして運動を追加します。ポップアップダイアログが出てきます。ジョイント項目では赤歯車の時の回転ジョイント、レボリュートを選択することとします。その他細かい設定は画面の通りです。今回はそのままの値で動かしてみます。OK ボタンをクリックしてください。シミュレーションの設定はただのアニメーションの設定ですね。若干紛らわしい項目がステップ項目です。ここの数値を小さくしても動きがゆっくりになるわけではありません。あくまで開始と終了の間の時間の刻みであって小さい値にしても動きが滑らかになるだけです。それではこのまま生成ボタンをクリックしてください。下の方にアニメーション再生項目が表示されますので再生ボタンをクリックしてください。こんな感じでアニメーションできました。ちょっとだけ数式を変えてみましょう。例えば反復回転させたいとします。画面に表示している通りフォームラの式をサインを使った動きにしてみましょう。ではアニメーションを生成して実行してみてください。マイナス45度からプラス45度まで往復運動をするようになりました。こんな感じで数式をいじって動きを調整してみてください。サンプル1の解説は以上とします。さてサンプル1が長くなりすぎましたのでサンプル2の優勢ギアアニメをサクッと作ってみましょう。新規でアセンブリープロジェクトを生成して保存してください。それではコンポーネントの挿入アイコンをクリックしてください。続いてファイルを開くボタンをクリックします。ここで今回はギアサンプル 02fcstd というファイルを読み込んでください。ファイルの中身が表示されます。まずはリングギアを設置オブジェクトとして配置します。あとはその他のボディを挿入してください。B アンダーバーギアプラネットだけ3つ挿入してください。部品が重なってると分かりづらいので適当に位置をずらしてください。次はキャリアとリングを回転ジョイントでジョイントします。まずはキャリア底面の円柱付け根のエッジを選択します。続いてリングの底面のエッジを選択します。エッジを選択したら回転ジョイントでジョイントします。ここでキャリアの位置を調整しましょう。現在回転ジョイントのおかげで調整できる座標軸が Z 軸しかありません。オフセット項目で数値を変更すると Z 軸の位置調整ができます。キャリアがリング内にめり込まないようにオフセット調整します。この時点でキャリアはリングに対してくるくる回転できます。さて続いてプラネットとキャリアの回転ジョイントです。プラネット歯車は黄色い歯車です。黄色歯車底面のエッジとキャリアの3本の円柱の付け根を回転ジョイントします。まずは黄色歯車底面のエッジを選択します。続いてキャリア円柱の付け根を選択します。あとは回転ジョイントでジョイントです。ちゃんとジョイントできました。残り2つのプラネット歯車とキャリア円柱も同様にジョイントしてください。あとはプラネットの歯とリングの歯を目視で合わせます。こんな感じでちまちまと手動で回転させて歯と歯を合わせていきます。
プラネット歯車3つ分調整してください。続いてプラネット歯車とリングとのギアジョイントを行います。プラネット歯車のエッジとリングのエッジを選択してギアジョイントアイコンをクリックしてください。さて半径1と2の設定ですが、プラネット歯車の波数は18、リングの波数は48です。半径の項目にそのまま波数の値をセットしましょう。これと同じ設定を残り2つのプラネット歯車にも適用します。一気に設定してしまいましょう。ではマウスで歯車をグリグリしてみます。何か回転がおかしいですね。これは歯車が逆回転している状態です。ひとまずプラネット歯車とリングの刃の位置をちゃんと噛み合う位置に調整します。ではモデルツリーのジョインツを開いてみてください。下の方にギア図というギアジョイント項目が存在します。ギア図をクリックしてプロパティを確認してください。ディスタンスという項目がありますが、これがギアジョイントの半径位置の値となります。現在18になっていると思いますが、マイナス18に変更してください。では残り2つのギア図も同じ設定に変更してください。ディスタンス項目の変更が一通り完了したら、再度ギアをマウスでぐるぐるしてみてください。いかがでしょうか？回転方向が直ってプラネット歯車の刃とリングの刃が噛み合っています。では最後に3歯車です。3歯車は赤い歯車です。3歯車の中心のエッジを選択してください。続いてリング歯車のエッジを選択してください。では回転ジョイントでジョイントしましょう。3歯車とリング歯車がジョイントされました。あとはいつも通り目視で刃の位置を調整します。続いて3歯車とプラネット歯車をギアジョイントでジョイントします。では3歯車の中心のエッジとプラネット歯車のエッジを選択してください。選択したらギアジョイントアイコンをクリックします。半径1は3歯車で波数12、半径2はプラネット歯車で波数18です。ではギアをくるくる動かしてみましょう。また逆回転してしまいました。仕方ないので刃が噛み合う位置に再調整します。モデルツリーでギア図項目を選択します。ディスタンス項目をマイナス12に修正します。さてもう一度歯車を回してみましょう。今度はちゃんとした回転方向で歯車が回っています。とりあえず歯車の動きの設定は一通り完成しました。あとはアニメーションの設定です。シミュレーションアイコンをクリックしてください。プラスのアイコンをクリックして運動を追加します。ジョイント項目ではキャリアとリング歯車の回転ジョイント、レボリュートを選択します。それ以外はそのままの設定で OK ボタンを謳歌しましょう。それではこのまま生成ボタンをクリックしてください。下の方にアニメーション再生項目が表示されますので、再生ボタンをクリックしてください。これで完成です。非常に簡単にアニメーションが作れますね。GUI の操作だけで実現できました。ちょっと面倒な点としては歯車が逆回転してしまうことがある点でしょうか。あと3歯車のギアジョイントに関してですが、3歯車とキャリアでジョイントするとクラッシュします。どうやら同一軸上を回転する2つのコンポーネント間にギアジョイントを設定すると問題を引き起こす可能性があるだそうです。そのため今回は3歯車とプラネット歯車でギアジョイントを行いました。サンプル2の解説は以上とします。さて簡単なサンプル動画にするつもりだったのですが長くなってしまいました。実は別の動画でちょっとだけ触れているのですが、ウプ主は少なくとも個人の趣味レベルでアセンブリ機能を使うメリットはあまりないと思ってます。バージョンによって挙動が微妙に違うこともあります。ということでアセンブリ機能の情報をあまり把握しておりませんでした。改めて勉強する機会を得られましたのでコメント主様に感謝です。ただやはりいかんせん不安定な機能です。何度かフリーズしてしまいました。使い方は人それぞれだと思いますのでいろいろいじってみてください。合体シミュレーションの機能はありませんが、見た目だけならそれっぽいものは作れます。超頑張ればピタゴラスイッチみたいなのを作れるかもしれません。あと今回動画の尺の都合上ギアの話を飛ばしましたが、ギアアワークベンチはいろいろいじれて面白いです。
3D プリンタで印刷する際はイヤーワークベンチのクリアランス項目を設定したり、ヘリックス、アングル項目で刃を斜めにしてみてください。もしくは刃数は変えずにモジュールをほんの少し小さくしてクリアランスを取ることもできます。いい感じにはまると思います。さて、動画が長くなると視聴維持率が極端に落ちますので、おまけ話はこの辺で。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。